皆さん今年も明けましておめでとうございます。2025年になりました。去年の3月に YouTube を始めて約5000人の方に登録していただき、コメントだったりこれだったりたくさんいただいて、いつも励みになっています。本当にありがとうございます。よいしょ。畑から撮影しておりますが、旅中のため自分の畑ではないです。2024年、私がどんな農作業をしていたのか、月ごとに振り返っていこうと思います。動画になっている映像もあるんですけど、撮影だけして動画になっていない映像もちょこちょこあるので、そういうのも入れつつ、1年間の十勝の農作業の様子をまとめてみましたので、よければご覧ください。どうぞ。こんにちは、さおりです。今回は私の農業の1年間をまとめました。私の農民生活は3月中旬に始まり、10月で終わります。11月からは冬休み、趣味の期間です。そんな十勝で暮らす農業6年目、27歳メスのスローライフを紹介します。北海道では冬は雪が降って畑作はできないので、雪が溶ける約1ヶ月前の3月中旬頃からハウスでの作業が始まります。今年最初の仕事はビニールハウスの整地作業から始めます。ハウス内ではビートやかぼちゃの苗を育てるので、土を平らに仕上げ、水をまき、振動ローラーで締め固めます。きれいになったハウスで3月のうちにビートの苗を作って、あとは枯れないように数日に1回薬や液肥をかけて管理するだけなので、3月は結構暇な日が多いです。4月末に畑に移植するまではこんな感じでたまに管理作業をします。雪が溶け、本格的に畑作業が始まります。4月中にビートの移植とじゃがいもの植え付けがあるため、まずはその分の畑をまとめて整地します。整地する面積は10ヘクタール。約3日間かけて終わらせます。4月上旬にハウスでじゃがいもの種の選別、芽出しを行い、4月中旬に畑へ植えます。植える種芋の量は10トンあり、トラックに乗せて畑へ運びます。そこからこのポテトプランターに芋を入れ、植え付けていきます。株間は40センチ、畝間は72センチ。一度に4列ずつ植えていきます。4月末、3月から育ててきたビートの苗をいよいよ畑へ移植します。コンテナに乗った苗を置くと、機械が自動で植え付けてくれます。株間は24センチ、畝間は66センチです。ビートの移植が終わるとハウスが開くので、次はかぼちゃの種を植えます。
土を詰めたポットに4000粒の種を植えました。今月はリフトで扉に穴を開けました。やらかし1です。じゃがいもの芽が出始めたので追肥をします。ちなみに動画内で撒いているのはカルシウムです。1ヘクタールあたり400キロ撒くので、芋の面積7ヘクタールで2800キロ散布しました。追肥が終わったら続けてじゃがいもの培土をします。培土は畝を山にして芋がたくさん育つ環境を作る作業で、速度も1キロちょっとしか出せないので、7ヘクタールを終わらせるのに丸2日かかりました。かぼちゃを移植するため畑にマルチをかけます。5月末、ハウスの中で育てたかぼちゃ約3500個をトレーに乗せ、少しずつ畑へ持っていきます。かぼちゃの移植は手作業なので、面積は1ヘクタールないくらいですが、4日間ほどかかりました。マルチを張ることで地温を保ったり余計な雑草を生やさないので、かぼちゃが丈夫に成長します。ということで5月27日、かぼちゃの移植がすべて終わりました。月末には映像がないんですけど、約7ヘクタール分小豆の種まきも終わらせました。6月はまずかぼちゃの摘心をしました。トラクターを自動運転モードにしてソリを引っ張り、4枚目の葉っぱをちょきちょき切っていきます。摘心をすることで余計な実を減らして大きいかぼちゃができるようにします。6月上旬にはさつまいもの苗を植えました。植え付け地水分不足に見えましたが、活着はどうだったのでしょうか、というコメントが来ていました。今年は干ばつがひどくて、植えてから1週間ぐらいはみんなしなしなになって全滅したかなって思ったんですけど、意外と気づいたら復活してて、少しでも緑色の部分が残っていたら案外復活するんだなって思いました。なので本当に枯れてしまったのは 1% くらいでした。あとは6月頃からそれぞれの作物に本格的な防除が始まります。ちなみにこの映像は小麦にアブラムシという小麦の成長を阻害する虫がついてしまうので、その虫たちを退治する、撲滅する、殺す薬をかけています。6月中旬から下旬にかけて、小豆とビートにカルチをかけます。カルチをかけることで土をほぐして作物の根が育ちやすくすると同時に余計な雑草を根絶やしにできます。だいたい5月下旬から6月下旬頃の間に1週間に1回ぐらいのペースでかけるんですけど、1つの作物に 4,5 回ずつかけることになるので、6月の空いた時間はこればっかりやってます。7月上旬、牧草を刈り取り、寄せてまとめたものをロールベーラーで回収し、牧草ロールを作ります。前にこの作業をショート動画にも上げてるんですけど、ロールの重さが300キロって言っていたんですが、間違いで実際の重さは約600キロでした。絹さやを植えます。絹さやは3期に分けて植え付けをしていて、今回は3期目です。絹
絹さやは収穫に時間がかかるため、植え付ける時期を3回に分けることで、毎日の労力を減らしつつ、たくさんより長い期間収穫できます。一度に植える距離は250メートル。そのため、絹さやが合計で750メートルあり、さらにスナップエンドウを250メートル植えました。収穫は6月下旬頃から始まり、10月末まで行います。手作業のため、とても時間がかかります。収穫できる量は日によってムラがあるんですけど、取れる日は30キロ以上取れたりもします。収穫が終わったら1キロずつ出荷用のケースに入れていきます。儲かるのってよく聞かれるんですけど、農協出荷でだいたい1キロ3000円台なので、結構儲かります。あと、週に1回追肥も行います。有機肥料を使っていて、めちゃくちゃ効くんですけど、唯一にして最大の欠点がめちゃくちゃ臭いです。あと、根元に追肥をするのが大変で、これは何か対策を考えたいんですけど、今のところ思いついてません。7月末には小麦の収穫があります。コンバインというトラクターの比じゃないくらい、めちゃくちゃ大きい機械で刈り取りを行います。ちなみにこの機械は小豆の刈り取りにも使われます。8月中旬、かぼちゃの収穫をします。去年は大干ばつの年で、ちょうどかぼちゃが一番成長する7月に雨が2回しか降らなくて、あんまり取れませんでした。収穫後は1週間ほど乾燥させ、その後選別に移ります。去年初めてメルカリで作った野菜たちを出品したんですが、特にかぼちゃは評判が良かったです。何回もリピートして購入してくれる方とか、まだありますかって聞いてくださる方もいて、大好評だったので、それが去年一番嬉しかったことです。また今年もいろいろな野菜を販売する予定なので、もしよければメルカリで見てみてください。あと、販売する際はインスタグラムのストーリーでお知らせするので、まだまだ野菜の販売は先になるんですが、インスタグラムも見ていただけると嬉しいです。8月下旬にはじゃがいもの収穫が始まりました。まず最初に畑の四隅をこのデガーという機械で収穫して、この後出てくるハーベスターというとても大きな収穫機がスムーズに畑を回れるようにします。じゃがいももしっかり干ばつの影響を受けて小さい芋が多く、収穫量は前の年の 80% くらいでした。今月は倉庫に車をぶつけてリアガラスを破壊しました。やらかし2です。本格的にじゃがいもの収穫が始まります。1本ずつ畝を掘っていくんですが、速度は2キロ以下なので結
構のそのそしています。じゃがいも畑は去年は7ヘクタールだったんですが、約2週間収穫にかかりました。さらにこの時期は絹さやの収穫もかぶってくるので、朝4時半とかから絹さやを収穫して、8時から夕方5時までじゃがいもの収穫をして、その後は片付けと明日の準備と朝取った絹さやの箱詰めがあるので、この時期がピークで大変だったと思います。雨の日はお休みかと思いきや、収穫した芋やかぼちゃの箱詰め作業が待ち構えています。なので1年の中でこの2週間だけはサラリーマンよりも働いていると思います。芋の収穫が終わったらすぐ小麦を植える畑を作り上げます。忙しくて動画撮れなかったんですけど、ドリルっていう機械を使って2日間かけて種をまきました。ということで10月ラストスパートなんですが、まだまだやることはたくさんあります。まずは10月上旬、さつまいもの収穫を行いました。じゃがいもの収穫の時に最初に出てきた出川を使って掘ります。大きいハーベスターはさつまいもが傷だらけになってしまうので、全部手作業で収穫して箱詰めします。ちなみにさつまいもは植え付けてから収穫するまで農薬もかけないし何もしない放任栽培なので手間があまりかかってないです。10月末にはビートを収穫します。ハウスの中で育苗していたのが懐かしいですね。ビートは始まるのも早いし終わるのも遅いし、いろいろな面で手間がかかる作物です。物置から昭和44年ものの豆苗が出てきました。動画は撮れなかったんですけど、ビート収穫の後すぐに小豆を収穫しました。豆苗は収穫した小豆に混ざっているゴミをきれいにする機械です。しかしその前に豆苗をきれいにします。刈り取るときにゴミはある程度弾かれるんですけど、それでもまだ結構ゴミとか欠けた小豆とかが入ってます。豆苗にかけることで風力でゴミとかが飛んでいく仕組みになってます。綺麗になって出てきました。小豆の収穫が終わって気づけばすべての作物が収穫し終わってしまいました。全30ヘクタールの畑のうち10ヘクタールは先月小麦をまいたので、残り20ヘクタール一気にプラウをかけていきます。この日は10月23日で、1週間後の11月1日からは日本一周の旅が控えています。雪国の農家の長い冬休みが始まります。なので収穫が終わっても休む間もなく、急いで後片付けの作業を終わらせます。
最後の最後にその年使った機械やトラクターに感謝を込めて高圧洗浄機で熱湯を浴びせます。洗ったものをすべて倉庫に格納して2024年の農作業終了です。ということで2024年のまとめ動画でした。いかがだったでしょうか。去年はどっちかっていうと風景だったりそういったざっくりした動画を出してたんですけど、今年はそれ以外にも施肥量だったり肥料の成分量だったり農作業の裏側とかね、そういった細かい部分も加えてより楽しんでいただけるような動画作りを目指しますので、ぜひ皆さん今年もよろしくお願いします。バイバイ。